営業の観点で言うんであれば、相手のことは結構調べていけばいくほど受注確率は高まるんで。森社長、今度から営業をやることになったんですけど、取引先とか行った際に自己紹介とかすると思うんですが、できるだけ印象に残したいなとか、やっぱ好印象に思ってほしいっていうのがちょっとあるんですけど、森社長流のおすすめの中で自己紹介あったでしょうか？僕はもう名前自体が珍しいんで、自己紹介に困ったことないんですよ。基本は覚えられる。だから相手が誰かにもよりますけど、営業だとした時に、でも自分の経験からも社内での教育からもして思うのは、結局特徴かギャップですよね。だから特徴をちゃんと作るか差別化するしかないんで、僕はギャップ商法とか言ってますけど。特徴というのは具体的にはどういうふうに？例えばうちの営業マンでこの人ずるいなと思うのは、自分がスキンヘッドなんですね。これをうまく使ってますよね。どんなふうにスキンヘッドを使うの？これギャップとも絡むんですけど、その人やっぱ見た目普通の人から見るとやっぱスキンヘッドでもう50いくつなんで線は細いんですけど、ちょっとあれ怖いみたいな一瞬イメージなんですけど、めちゃめちゃニコニコしてめちゃめちゃつまんねえ親父ギャグでくだらないことやるんですよ。そうするとお客様の中で見た目怖いけど面白い人みたいな、でそれが名前よりも髪がなくて面白い、ハゲの人ですねとかっていうとお客さん爆笑しながら覚えてるんですよ。だからやっぱギャップ、特徴を使ったギャップ、それでインパクトを残すっていうのがいいですよね。で見た目の特徴がもしないんだとしたらエピソードを用意するしかないと思うんですよ。例えばですね、見た目が肌黒でごつくてもう見るからに怖い人みたいな人がいたんですね。どうやって自己紹介作ろうか、インパクトを残すためにって言った時に、いろいろ僕はヒアリングしてったんですよ。例えば好きなもの何とか、趣味とか何とか、ギャップを探すために。したらとある時に甘いものが好きだって話だったんですよ。ケーキ大好物だと。なんなら休みの日にホテルのケーキバイキングとか行っちゃいます。マジでお前その顔で行くのみたいな。普通女子でしょそれみたいな。それ使えるじゃんっつった時に、自己紹介ですごい怖いんですよ。見た目怖いのに趣味はケーキバイキングを巡ることですってプッてお客さんなんですよ。プッてその風貌でみたいな。そうでそれが後から営業の方でケーキが好きな人みたいな、見た目怖いのにケーキ好きな人みたいな。だからあとは本当単純ですけど、だから引っ越しの営業とかもやっぱスーツで行く人が多いんですね。基本他社もそうですし、だけどその中でやっぱり全部ユニフォームで行け、僕は昔言ってたんですよね。それもやっぱりギャップ、営業っつったらスーツじゃないのみたいな、みんなスーツで来てたのにあなただけユニフォームみたいな。それでもね、現場やってきから来たんだよとかって、もちろんそのパターンもありましたけど、一人だけユニフォームで来た人みたいなね、でそういう印象とかあるじゃないですか。とにかくはやっぱり特徴を、見た目の特徴が作れるんだったら作る。そのさっきのスキンヘッドとかじゃないですけど、例えばメガネの色をとんでもない色にしてみるとか、メガネがあれだよねみたいな金色のメガネの人ねみたいな。あと洋服とか装飾物とかでとにかく特徴を作る。でやるんだったらそれずっとそれです。その人は金色のメガネしてる人なんだっていうのを印象付ける。それこそよく有名人でとか経営者とかでもよく考えてみたらいると思うんですよ、そういう人。ずっとあの人みたいな。メガネの形が特徴的だ。そうですね。いつも帽子をかぶってる人みたいなね。究極になればデーモン小暮みたいなですね。そういうのでもやるか。あとはやっぱギャップ商法なんで、見た目とのギャップとか人とは違うとか、そういうエピソードを貫き通すしかないですよね。森社長が自己紹介をする際にそのギャップを作るっていうのは分かりました。逆に言うと、やらないこと、自己紹介でしないことみたいなことももしあれば教えてほしいけど、自己紹介をするってことは、当然初対面のケースが多いと思うので、かつお客さんであったり、お客さんじゃなくても失礼にならない自己紹介になって、言わないことだったりやらないことだったり、そのギャップを作る以外で気をつけていること。僕はだから基本的には自分が喋るよりも喋ってもらう方が多いかもしれないです。聞き方とかは気をつけてるかもしれないですね。ちなみに初対面の方と自己紹介した後にどういう感じで聞かれること？営業とかっていうと基本的に喋らせるのが上手い人が優秀だと思うんですよ。でも僕はそんなにトークできるわけじゃないんで、質問が鋭いというよりかは聞き方、向こうが喋ってて気持ちいいような聞き方、ニコニコうなずいてってすごいですねみたいなの方が多いかもしれないですね。僕はね、喋るの実は得意じゃないんですよ。森社長の中ではじゃあそうやって質問を投げかけて、なるべく相手が喋りやすいようにずっと聞き方ですね。聞き方を意識されてる。確かに相手が自分の話をうんってうなずいてくれてるだけでも話しやすくなる好印象かなと。結構、アップルさんとかもお仕事でいろんなお客さんのところに初対面の人たちでいると思うんですけど、結構じゃあ社員さんとかにはそういうギャップをなるべく作るように意識するように
導されていらっしゃったりするんですか？そうですね。アップルさんも基本でもユニフォームですよね。いやまあオンラインで見積もりする人はスーツで行ってる人もいますけど、女性の例とか自己紹介じゃないかもしれないですけど、営業の観点で言うんであれば相手のことは結構調べていけばいくほど受注確率は高まるんで、B2B であれば、どれだけ相手の会社とか担当者とかなんなら社長のこととか調べられていく間で共通項をチクって入れたりしますけどね。その事前にやっぱりちゃんと調べて、なんかこう話題にできそうなことで共通項。例えば僕だったらじゃあ調べていきます。例えば野球やってたみたいな社長が相手でって言ったら、自己紹介の時に実は僕は人生で1回メジャーリーグで始球式したことがありましておーなりますってなったら何それみたいなってなるじゃないですか。でやっぱ野球が強かったらメジャーリーグで始球式したんだねみたいになるわけですよ。それ個人で言ったらなるべく住んでるエリアとか属性を見ながら話題を振りまけるようには入れられるようにしますよね。例えば仮にですけど僕の出身地が川崎ですけど、川崎のお客様に見積もり行くんだとしたらわざと川崎出身でみたいないつも言わない出身を入れたりとか、当然するじゃないですか。そういうカスタマイズはちょいちょいやります。なるべくこうじゃあ相手と、こう話題にしやすかったり打ち解けやすいような情報というのはなるべく盛り込む。そうですね。だから特徴かギャップ商法かあと共通項で覚えてもらうようにっていうのは多分ベターじゃないかなと思いますけどね。ちょっとこれ話それちゃいますけど、モン社長は先ほどおっしゃったように名前で覚えてもらいやすいとおっしゃったんですけど、逆に覚えられすぎて困ったエピソードとかありますか？覚えられすぎて困ったことは、覚えられすぎて困ったというか興味を持たれすぎてアポがいっぱい来ても嫌なんで時間に限りあるんで、だから逆に自己紹介をすごい雑多にすることありますよね。だからもう今はノーマルは普通にやります。覚えられないようになるべくやっちゃうかもしれません。覚えられない。一度聞いたら忘れられない。あえて特徴をこう減らしながら最低限しか言わないとか。そういう場面ではモン社長はあまり喋らずに終わる。改めてになるんですが、大変忘れられない自己紹介のやり方ということでよろしくお願いします。はい。やっぱ特徴を作る、あとギャップ商法を使うと、あとは共通項探しとかそういうところを入れてインパクトがあるか、あの人〇〇の人って言われるようにするか、共通項で仲良くなってもう名前で覚えてもらうか、これが効果的だと思います。このチャンネルではビジネスに役立つ知識、研修の様子など様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして最後にぜひこの動画にもいいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。